るんだよ。今日はスチーム版バブルボブルフォーフレンズスカルモンスタとワークショップを紹介するよ。ということでゲストはこの2人。バブルボブルフォーフレンズディレクターの戸崎です。はい、レベルデザイン担当の伊予正です。話せるようになったんだ。知ってましたか？そうだよ。噂。いいえ、動きも素早いし、素早いし、声も。おしゃべりもいける。おー、成長やったねバブルしましたね。いっぱい話すごそうね。嬉しいぞ。嬉しいね。はい。 2人とは前も一緒に遊んだよね。今回もよろしくね。よろしくよろしくね。ね。今回のスチーム版バブルボブルフォーフレンズだけど、スチーム版限定で新しい機能が追加されて、タイトルも新しく変わったんだよね、戸崎さん。はい、スイッチ版や PS4 版で発売されたバブルボブルフォーフレンズスカルモンスターの逆襲では、全200ステージとオリジナル版のアーケードのバブルボブルが遊べていましたが、スチーム版ではこの内容に加えてエディットモードが遊べるようになりました。自分で自由にバブルボブルのステージを作れるようになったんだよ。そうなんです。ブロックや敵、風の流れを自由に配置してステージを作れます。すごーい。僕はスカルモンスターの逆襲を中心にたくさんのステージを作る仕事をしていたんですが、そのステージ作りを皆さんにも楽しんでいただけます。作ったステージは自分で遊べるのはもちろん、Steam ワークショップにアップロードして他の人に遊んでもらったり、ダウンロードして他の人の作ったステージも遊べます。スチーム版のタイトルもエディットモードの登場に合わせてバブルボブルフォーフレンズスカルモンスタとワークショップに変わったよ。PS4 版で追加されたスカルモンスターの逆襲ステージも遊べるということと、Steam ワークショップ機能を使ってステージ作りや共有が楽しめるということを伝えたかったので、新しくこのタイトルにしました。じゃあどんな風にステージを作っていくのか、戸崎さんと伊予正さん教えてくれる？はい、それでは実際にエディットモードで画面を操作しながら説明していきたいと思います。こちら Steam 版のタイトル画面なんですが、ゲームを起動するとここでストーリーモードとエディットモードを選択できます。スイッチ版と PS4 版はスタートボタンを押すとそのままストーリーモードに入ってたね。ストーリーモードは従来のバブルボブルフォーフレンズスカルモンスターの逆襲が遊べるモードです。夜の子供部屋を冒険するメインステージの100ステージより高度な100ステージ連続でステージ攻略していくスカルモンスターの逆襲ステージ、オリジナルのアーケード版バブルボブルをこちらから遊ぶことができます。スカルモンスタの逆襲はメインストーリーをクリアすると入れるようになるハードモードのアーケード筐体から遊べるよ。背景の子供部屋よく見るといろんな僕のグッズが飾られてるんだ。そしてエディットモードがこちらの画面です。これがエディットモード。僕たち4人組とバナナが並んでるね。バブルにたちが立っている位置はゲームを開始した時のスタート位置となる位置です。 1P が僕、2P が青のボブルン、3P が黄色のクルルン、4P がピンクのコロロンだね。そしてこのバナナはステージをクリアした時に出てくるクリアフードのバナナですね。どちらも位置は後で自由に調整することができます。チョコバナナ美味しそう。お腹空いてきちゃった。ではここからはステージを作りながら説明していきたいと思います。では早速作り始めていきます。まずは、背景を決めていきたいなと思います。背景はステージ全体のイメージを
決定する項目となっています。例えばブロックの、カラフルだ。背景だったり、あとはお城の背景だったり、いろいろあります。じゃあ今日はお城でいってみましょうか。はい。次はそうですね、ブロックですね。ブロックも、いろいろなブロックを用意してますので、好きなブロックを、選んでいただいて、実際に置いていくというような感じで。同じブロックを連続で並べていけるんだね。通常のブロック以外もですね、トゲのブロックとかも置けますよ。僕の嫌いな痛いやつだ。うわー、難しそうですね。そこに置くの？意地悪だな。頭ぶつけないように通り抜けできるようなブロックを置いていきますね。ジャンプで下から登れるやつだね。はい。で、次は風ですね。泡が流れていく方向をこれでコントロールすることができます。バブルボブルならではの大事なポイント。そうですね。ぐるぐる回るように。芝がなくても自分のバブルに向かって風に乗って移動とかもそうですね。しますからね。移動する床みたいな感じで使えたりできるかな。風の強さも選べましたね、今。そうですね。お弱い風と普通の風と強い風も選べます。ゆっくりなところが良かったら、ここゆっくりしたいなっていうところはゆっくりしていく感じですね。あとこう消すこともできます。そうですね。無風もさっきありました。なるほど。工夫は、泡がこう溜まって、そうそう。まあそういう面白い使い方もできるかなと思います。はい、風は奥深いですよ。皆さんやってみてください。あとはですね、プレイヤーのこれ、スタート位置を決めることができます。ここからスタートしたいかなとか。狭いとこに集められた。バブルこっちがいいかなと。いろんな向きも変えてました。変えられる。おはい。あるある。なるほどと。バブルはこっちからスタートさせたいとか。設定することができます。はい、あとは重要な敵ですね。はい。敵も、ストーリーモードで、出てくる敵を置くことができます。みんな動きの特徴が違うよ。敵を置いたら、あとは、これですね、バナナマークは、クリアフードですね。クリアした時に出てくる、フードですね。これも好きなようにこう並べて。お、取りやすい位置。取らせたくないなとか。意地悪な位置にできます。はい。戸崎さん、そんな人だったんだ。であとは、クリアタイムの設定ですね。これはさっきの、クリアフードの出る条件ですね。エクセレントが、一番、いい評価で、一番たくさん、クリアフードが出ますと。で、グッドがその次ですね。まあ、これ以下だと、ノーマルのフードが3つかな。出るような感じですね。これで、自分の設定したタイムで、難易度の調整もできるかな。スピーディーに、クリアしてもらいたいステージとか、はい、作ることができるかなと思います。はい。なるほど。いいですね。項目としてはそんな感じですね。はい。あと、このブロックの開放条件とかはですね、ストーリーモードの中のエリアをクリアすると、開放したり。星2とか星3でクリアすると、開放したりとなってますので、ぜひストーリーモードに進めて、かつこっちのアイテムを充実させるような感じでプレイしていただければなと思います。はい。全部コンプしたくなるね。ブロックもそうですし、
ですね、背景を開放していきますので、はい、ぜひぜひストーリーも進めてください。はい。そうですね。はい、作る時のコツはそうですね、何かありますか、山さん。そうですね。いろいろなやり方があるんですけど、僕はまずはブロックを並べます。もう、はい、ボタンを置くボタンを押しっぱなしで移動キーでですね、連続で置けますので、まずは心のままに、はい、そうですそうです。置いて、そうですね、削りながらです、僕の順番としては。はい、まずはですね、こんな全体のイメージは置いてから考えますね。はい。はい、その上で敵を置いていくと、あとは変化をつけたいので、さっきこの敵使ったから次はこの敵でやってみようとやっていくとですね、繰り返しの中で神ステージが生まれる。はい、降臨。で、ブロックさっきだいぶ置いたから、次はブロック少なくして風で遊んでみようかとかですね。はい、もう10パターンくらいを被らないように回していきましたが、いろいろなことができるので、本当にね、心のままにまずは並べて、で、一番最後にやってほしいことがあってですね、直前まで自分でもテストプレイをして、面白いと思ったらですね、最後に僕はデザインを入れます。で、やっぱり同じブロックの並びだとちょっと面白くないんで、みんながおしゃれだなって思ってくれるように、はい、いろんなデザインがありますので、もうすでに置いてあるブロックも置き換えます、僕は。なるほど。やっぱこれがいいな。そう。で、今、戸崎さんは同じ色でばっか並べちゃってやがりますが、うまく組み合わせたりですね、交互にしてみたり、で、パターンを作ると、面白くなる。と僕は思ってます。すみません。で、見た目もバッチリにした後でアップロードして、はい、みんなに遊んでもらってみるのがとてもいいかなと。はい。ということで、ステージが完成しました。完はい、そうですね。今ちょっと結構適当に作っちゃったんですけど、さっきゆうまさんがそうですね。言ってたようなコツだとか、あとはあれですね、やってもらう人にどんな感じで、プレイしてもらいたいのかとかを考えながら作ると、作りやすいのかなと思います。ここはこういう風に意地悪にしてやろうとか、この敵はここに置くとすごい強いから、みたいな感じで。はいですね。これに気づいて解けると絶対気持ちいいとかですね。そうですね。相手の顔を想像しながらやっちゃうと楽しいステージできると思います。はい。ぜひ皆さんも作ってみてください。作ってみてね。はい。作ったステージはですね、この歯車マークのところからセーブ、することができます。一度保存しましたら、ロードも可能ですので、はい。保存できるのは30ステージまでだよ。はい、30ステージまでです。はい。そしてワークショップの、ところから自分の作ったステージのアップロードやダウンロードが可能です。アップロードするときは、タイトルや、コメントを、入力できます。こちらですね。ステージ名、コメント入れてアップロードすることができます。みんながどんなステージを作るのかとっても気になる。エディットモードどうだったかな？ Steam 版限定の機能になるけど、みんなに楽しんでもらいたいな。バブルボブルフォーフレンズスカルモンスタとワークショップは9月30日発売だよ。発売日から1週間 15% オフで購入できるローンチセールも実施しています。 Steam のストアページはこの動画の概要欄をチェックしてね。今日はステージの作り方を戸崎さんと伊予正さんに見せてもらったけど、次の動画ではエディットモードで作ったステージを僕が実際に遊ぶ動画をアップするよ。楽しみにしててね。それじゃあ今日の動画はここまで。見てくれてありがとう。またねー。またねー。